にちは、シエルちゃんです。アシスタントのグミジーです。今回は、オーブンいらずのスポンジで、チタンショートケーキを作っていくよ。お、ついに王道のショートケーキに手を出しますか。実はチャンネルの1周年記念でショートケーキを考えてたけど、もう1ヶ月以上経っちゃったのだ。時の流れは早いものです。ですが、めでたいものですね。視聴してくださってる方、コメントくださる方、いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ちょうどクリスマスシーズンだからね。クリスマスケーキにもお誕生日ケーキにも参考にしてみてね。材料は概要欄をチェックじゃ。ぜひ最後まで見ていってね。チャンネル登録、グッドボタン、通知オンもよろしくお願いします。コメントも気軽にしてね。応援してもらえるとシエルちゃんが嬉しくなります。では早速始めるよ。全卵2個をボウルにポン。今回のスポンジ生地はオーブンじゃなくてレンジで焼く。チンだけで出来上がっちゃう超楽チン生地なのだ。本来ですと、オーブンの用意や、生地を泡立てる必要がありますが、この生地なら泡立て具合や混ぜ具合の技術的な要素と泡立てない分の時短になるわけね。卵をほぐします。12月は忙しいからね。手短にお菓子が作れるのはありがたいですね。次にグラニュー糖。混ぜ混ぜ。そこにホットケーキミックス。ミックス粉の中のベーキングパウダーで浮かせる生地なのだ。このスポンジ生地はふわふわというよりは少しずっしりめのしっかりした生地だよ。ふわふわのスポンジも美味しいけど、これはまた違って美味しいんだ。最後に植物油。ミックス粉のおかげで材料が4つとシンプルなのもいいですね。油はしっかりつなげてあげよう。そこにも油が溜まりやすいからお忘れなく。生地はこれで完成。今回はチンするということでこの子。ダイソーさんで買った200円のシリコン型。ムースにも焼き物にも使えちゃう便利ちゃんね。でも100円ショップなのに200円。そこは突っ込まないでください。この型に 100g 生地を流します。さっき作った生地は総量 300g。作るショートケーキは3段だから生地は3枚必要。つまり3回に分けてレンジでチンするよ。一度に焼かないのですね。分けることでスライスする手間もなくなるのだ。ですが3回も焼くとなるとかなり手間では？ちっちっち。まあまあ見ておきなさい。とりあえず1枚で焼いちゃうよ。調整はこちらの通り。回るタイプのレンジの方は動かす必要はないかも。ではレッツ、チン。焼けたの？焼けてないの？紙でした。焼けたの？焼けてないの？焼けてる。火の入れ具合のポイントは焼きすぎない。これぐらいであとは余熱で OK。乾ききるぐらいやっちゃうと内側が焦げてたり、生地がガリガリになっちゃうのだ。ポンポンして周りを剥がそう。テーブルとか熱くて問題ない素材ならすぐ冷えちゃいます。粗熱が取れたらペラッと外れちゃいます。油も塗ってないのに楽ちん。壊さないように剥がして乾燥しないようにしてね。そして型を使い回せます。なんと、冷ますのも1分くらいでしたからね。焼き時間1分半、冷ます1分、2分半ほどで1枚なら分けて焼いてスライスする手間が省いた方が楽そうですね。型を使い回せることで洗い物も少ない。これをあと2回繰り返します。ちなみに卵で若干のグラムにズレが出る場合は、最後の生地は多少多くても大丈夫です。一番下の生地に使いましょう。1回総量計らって3等分してもいいね。はい、3枚できました。粗熱取れたら冷蔵庫で冷やそう。ではサンドしていくためにイチゴと生クリームの用意をするよ。最近はこの土地合いかが結構主流よね。さの丸かわいい。形が良くて綺麗めなのは上の飾りに使おう。ヘタ切って。だいたい5ミリでスライス。こうで見えるかな？厚みはお好みでいいけど、厚すぎると最後切るときに大変かも。いちご完了。次に生クリームを用意するよ。ケンちゃん行くぞ。生クリー。
乳糖をクリームの 8% 入れます。甘めが好きな人は 10%、甘さ控えめがいい人は 6% がおすすめよ。緩めの角が立つくらい6分立てね。生クリーム完了。ではではイザイザ、サンドしていこう。この日のために回転台まで買っちゃった。プラスチック製の1300円くらいだったかな。金属製のしっかりしたやつしかないと思ってたけど、調べてみれば安価のものもあるものね。6分立ての生クリームの半分くらいを追加で立ててはさつく手前ギリギリの10分立てにするよ。サンドの間に挟むクリームは固くしないとケーキが形を保てなくなっちゃうよ。ゆるいと後でグデーンと崩れちゃうのだ。これくらいで十分かな。クリームを一すくい、下から順番に生地、クリーム、いちご、クリーム、生地、クリーム、いちご、クリーム、生地の順でやっていきます。何かの呪文みたいですね。生地、クリーム、いちご、カブトムシ、生地、カブトムシ、いちご、クリーム、生地。カブトムシは入れないでください。ケーキのサンドなんて久々だから、手際が悪いのは許して。ここからはサクッといっちゃうよ。後々カットすることを考えると、いちごは中心には乗せない方がグッド。そして最後に表面に下塗りをしていきます。この後、追加で立ててない6分立ての方のクリームで本塗りをする前に下塗りをしておくよ。やった方が形も円柱に近づくし、クリームの塗りもいいの。この時に横とかに隙間があるようなら埋めておこう。下塗り完了。少し冷蔵庫で冷やしてから本塗りをすると締まって塗りやすいよ。乾燥しないようにラップはしようね。では、いざ本塗り。久しぶりにして貼って感じね。下手っぴでも大丈夫。クリームの絞りでなんとかいい感じになるよ。余ったクリームで表面を好きにデコっちゃおう。そしてイチゴなどを飾ったら完成。それではいただきます。おいしい。これぞケーキって感じね。いちごと生クリームにスポンジ生地、原点にして頂点。いちごのショートケーキは最高なの。今回特徴的なのはスポンジなんだけど、ふわふわなのと違ってずっしりとしっかり存在感があって食べ応えがすごいわね。スポンジはふわふわだけじゃない。こっちはこっちで美味しいスポンジね。いちごのショートケーキは美味しいから、ひと手間加えたアレンジバージョンとかもやりたいね。今回はスポンジがレンジでできちゃう時短ショートケーキ、いかがだったかしら。ぜひお誕生日にもクリスマスケーキにも試してみてね。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。動画の感想、作ってみた感想もいただけると嬉しいです。チャンネル登録、グッドボタンなどもよろしくお願いします。週1、19時くらいに上げてます。他のお菓子の動画も見てみてね。コメントも気軽にお待ちしてます。